こんにちは。今回は日産オーラに関して、どんなグレードが人気があるか、どんなオプションが人気があるかを、ご紹介していきたいと思います。しかし、そもそもオーラってどんな車なのか、ノートとオーラの違いもいまいちわからない。そんな人も多いと思いましたので、オーラの特徴もお伝えしていこうと思います。それでは行きます。Now loading。まず、オーラとノートの違いについてですが、外観上、2点大きな違いがあります。まず、1つ目はヘッドライトの形状が異なります。ノートの場合は、ヘッドライトが一体大型仕様ですが、オーラの場合は、ヘッドライトが上下に分割仕様になっており、上側のヘッドライトが、アリアのように細くなっています。ヘッドライトの LED 化によって、細めにできているようですね。また、ヘッドライトの分割ラインも少しずれていて、よりこの細めを強調するような形状になっていますね。前面を比較すると、ノートの方は少し女性らしく、目がクリクリした顔に見え、対して、オーラの方は、男らしさが垣間見える、細目な塩顔な感じに仕上がっているように見えます。感じ方は人それぞれですので、こんな顔に見えるけどなぁと、ご意見ございましたら、コメントください。あと、リア側も違いがありまして、ノートは樹脂部品が別で付いていますが、オーラの場合は、一体仕様になっていて、よりスタイリッシュな外観になっています。樹脂部品は、日光などによる劣化の影響を受けやすいので、個人的には、オーラのような、無塗装ではない一体仕様の方が好みです。詳しくは、こちらの動画をご覧ください。ということで、前振りが長くなりましたが、グレード情報やオプションについて、どれが人気なのか紹介していきますね。こちらのグラフで、各グレードごとの販売台数を整理してみました。縦軸が台数で、横軸がグレードになっています。全台数を足し合わせると、5万台を超えていました。2WD と 4WD で大きく分けられますが、2WD の方が圧倒的に人気ですね。この結果は意外でした。というのも、エクストレイルの場合、4WD の方が圧倒的に人気だったからです。オーラで 4WD にしても、25万円程度の差額で済みますし、別に雪道走るわけではないけど、4WD の方が響きがいい、かっこいい、なんて感じで購入する人も多いのかと思いましたが、予想は完全に外れてしまっていました。各グレードごとの人気を見てみると、G4 が最も人気が高いです。車両価格で300万円以下なのは、正直驚きましたね。また、オーラには、ニスモ仕様が存在しており、購入台数は比較的高いです。余談になりますが、駆動トルクは前輪の方が高いので、基本的には、前輪駆動がメインになるようです。Now loading。オプションに関して言うと、坊主がどれだけ多く購入されているのか、気になっている方が多いと思いますので、先に坊主の装備率から説明します。こちらのグラフは、縦軸が各オプションの装備台数となっており、横軸にオプションを並べています。坊主の装備率に関して、結論から言うと、搭載率は 80% 超えですね。各グレードごとの搭載率で見ても、多くの人が坊主を選んでいます。純正オリジナルナビとセットオプションだから搭載率が高い可能性もあります。坊主仕様にすると、どこに、どんなスピーカーが装着されるのかについてですが、前席のヘッドレストの左右に、2.5 インチのスピーカーが計4つ、フロントドアの足元付近に、6.5 インチのワイドレンジスピーカーが3つ、ダッシュボード横のフロントピラーに、1インチのツイーターが付いています。これらのスピーカーの違いは簡単に言うと、発音しやすい周波数帯の音がそれぞれ分かれているということ。音楽を流して、手でスピーカーを打った時に、振動を感じられたら低音を出していて、特に振動を感じなかったら、高周波数帯の音をメインに、発音していると思ってください。ツイーターはほとんど振動しないので、高周波の音を発音するのが得意です。ちなみに、坊主のアンプは、リアのラゲッジスペースにあります。公式サイトだと、ドライバー席の足元にあるような見せ方をしているので、混乱しますね。ヘッドレストスピーカーについては、純正ナビで指向性を調整することができ、このナビ画面で、パーソナルスペースを選択してみると、その指向性をイラスト付きで簡単に設定できます。ダブル側に寄せると、指向性がワイドになります。T 側に寄せると、指向性が前方に集中します。感覚的な話ですが、T 側に寄せると、前方ダッシュボードからの音が大きく聞こえます。ヘッドレストスピーカーの音が、後ろから前に集中して聞こえてくるわけではなさそう。また、T 寄りにすると、運転中に曲がる際に、
首を回転させて耳の位置が変わるので、音の聞こえ方が変わってしまい、違和感があるという方もいるようですね。加えて、スピーカーの構造上、スピーカー音は、スピーカー面に対して垂直に発音されるので、音量を大きくすると、助手席側のスピーカーからも音が聞こえてきて、気持ちが悪いと感じる人もいるみたいですね。音量調整をしたり、できるだけダブル側に設定するなどすれば、気にならなくなると思いますので、自分の好みに合った調整が必要そうですね。また、BOSE仕様にすると、リアドアのスピーカーがなくなるので、後席への配慮をどこまでするかは要チェックです。BOSEマークもないですね。本当に何も入ってない。ネット上でもリアドアのスピーカーがなくて、大丈夫なのか、といったように、不安の声がいくつか見当たりましたが、そんな場合は試乗して確かめましょう。加えて、ラゲッジスペースのサブウーファーは、標準仕様でも搭載されていないようです。しかし、個人的には、運転席さえ音響環境が整っていれば、十分な気もしています。ウーファーがない代わりに、ドアのスピーカーの仕様が変わり、豊かな低音を表現できるようになっているようです。あまりウーファーにこだわりすぎると、フロントガラスが壊れるので、ほどほどにしましょう。低音怖いです。もはやこれは地鳴りレベル。なんで拍手してるんだ。また、ナビの後ろにもスピーカーがありますが、これは情報提示音用のスピーカーのようです。詳しくはこちらの動画にまとめているので、興味ある方はご覧ください。続いて、プロパイロットですが、こちらも、23コネクトナビのセットオプションなので、装備率は 80% 超えになっています。ナビリンク機能と呼ばれる機能も搭載されていて、高速道路で急カーブを走行しなければならない際に、カーブの大きさに応じて減速支援してくれたり、制限速度が変わった時に設定速度を切り替えてくれます。あくまで、運転支援であって、ドライバーの操作頻度を低減させることが目的のようなので、完全にプログラムに運転を任せられるわけではないですが、田舎の山道などではカーブが多いので、かなり役に立つ機能だと思います。ただ、それなりに慣れも必要で、初めのうちはチキンレースのように、カーブ前でいつブレーキを押すか、ビクビクすることは間違いないでしょう。また、ナビゲーションシステムの道路情報を元にしているので、ナビリンク機能を頻繁に使用する場合は、ナビの更新はほぼ必須と考えておいた方がいいですね。また、先日オーラでリコールがあり、プロパイロットの関わる制御プログラムの修正を行っているようです。クルーズコントロールによる走行を終了した直後に特定の操作をした場合に、意図しない加速をする恐れがあるようですね。なので、今からオーラを購入すれば、より安心安全な仕様で納車できるということです。続いて、ホットプラスパッケージです。このパッケージは、ステアリングヒーターと呼ばれるハンドルを温める機能や、全席ヒーター付きシート、ヒーター付きドアミラー、リアヒーターダクトがセットになっています。G4 などの 4WD 仕様では、標準で付いています。装備率はおよそ 20% 程度でしたね。装備率は低いですが、個人的には必須かなと思います。冬になると、エアコンの効きがあまり良くなく、足元が全然温まらない気がするからですね。いパワーのエンジン熱を暖房に使っているとすると、発電量のエンジンが通常のガソリン車に比べて小さく、発生する熱量も小さくなるので、排熱を利用して車内を温めているのであれば、通常のガソリン車よりも暖房の効きが悪くなるのかもしれません。なので、その代わりになるかわかりませんが、ステアリングヒーターやシートヒーターがあると、体全体が温まりやすいかなと考えています。この辺、お詳しい方がいましたら、ぜひ教えてください。続いて、クリアビューパッケージですが、ワイパーでアイザーとリア LED フォグランプがセットになっています。すべてのグレードでオプションになっています。というか、そもそもワイパーでアイザーって何なのか知っている方ってどれくらいいるんですかね。ちなみに、私は知りませんでした。ワイパーの近くを見てみると、導線のようなものがフロントガラスについています。ちょうどワイパーの下についていました。このことから、フロントガラス側からワイパーを温めて、雪や氷を溶かすのだと思います。積雪が多い地域では、装備しても良さそうですね。意外と需要はあり、装備率は 30% でした。先ほど紹介した、ホットプラスパッケージよりも装備率が高いです。では次に、シートの装備率を見てみたいと思います。全体としてはこのような結果になりました。2WD の G レザーエディションが、最も人気が高かったこともあり、本革シートが最も装備率が高いですね。本革シートは、ブラックとエアリーグレーがあり、
エアリーグレーは後から発売されたようですね。そのためか、エアリーグレーシートを搭載しているオーラは、現時点ではあまり見かけませんね。続いて人気が高かったのは、ツイード超織物と合皮のコンビシートです。G グレードや G4 グレードで選ぶことができます。こちらもブラックとエアリーグレーは選べますが、本側シートとはデザインが大きく異なっています。実際に見かけたことはまだないですが、織物調のエアリーグレーは個人的に好みです。女性受けも良さそうですね。織物シートは断熱性が良いので、冬も割と暖かいのもポイント。あとは、レカロシートや助手席回転シートの装備も、数%ありました。マニアック層がいることも伺えましたね。また、レカロシートの装備可能グレードの中での比率は、4程度でした。非常に少ないけどロマンがあっていいですね。570台ほど存在しているので、見つけたらかなり運がいいと思います。続いては、フードデカールですが、ニスモ専用オプションですね。皆さんは、フードデカールと言われて、何のことか想像できますか？フードというから、エンジンルームの蓋に何かついているのだろう。私はその程度の理解でした。実際はこのようにフードの中央に、黒い太線が入っています。どうやら日差しの反射を防止するためで、光を吸収しやすい黒を配色しているそうです。街で見かけたことはありましたけど、ただのデザインで、機能があるなんて考えもしなかったです。こんなことを言っていると、フードデカールを装備している人に馬鹿にされそうですね。ちなみによく見ると、この車はレカロシートも装備していますね。かっこいいですね。それでワイヤレス充電はこんな感じでした。これも純正ナビとセットオプションだから採用率高いけど、単品オプションだったらどうなんですかね。ということで、オーラの紹介でしたが、この車の良さは、実際に運転して初めて体感できるので、ぜひ一度試乗してみてほしいですね。余談ですが、オーラはノートの後に発売されましたが、先に新型ノートを購入したオーナーから、こんないい車を後から発売するなんて聞いてない。といったような苦情を入れて、オーラにすぐ買い替えた猛者もいるくらい人気があります。また、2023年7月現在で、オーラの納期は1ヶ月ほどと言われており、他の車種に比べて、かなり早く納車されるようですね。納期が短くて新車が何か欲しい人には、おすすめの車種です。次回の動画は、アルファードの人気グレードに関して紹介予定です。次回の動画も見逃さずに見ていただきたいので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。